私たちは四六時中自分の体と付き合っていて、体があることが当たり前だと思っています。しかしちょっと立ち止まって考えてみると、自分たちがとてもユニークな存在だと気づくでしょう。朝食べたご飯を消化することから新しい皮膚を作り、酸素を体内の隅々へ送ることまで、私たちの体は一時も休まず数えきれない活動を行っています。夜に伸びる身長。もう少し背が高かったらと願ったことはありませんか？その願いは叶えられています。なぜなら朝起きた時、私たちの身長は夜よりも 1.27 センチメートルほど伸びているからです。これは椎間板に水分が多く溜まることから起こります。人が昼間立って活動している間、背骨には負担がかかっており、椎間板は圧縮されます。反対に寝ている間は負担がかからない椎間板は水分を吸収して膨張します。そのため身長は朝に少し伸び、夜には少し縮んでいるのです。隠れた力持ち。私たちの髪は12トンもの重さに耐える力を持っています。つまり髪で2階建てのバスを引っ張ることができるのです。首はそんな重さに耐えられないでしょうけれども、強靭だといえば人の骨は鋼鉄のなんと5倍も硬く、1立方インチの骨で 8618kg、 すなわち17台のグランドピアノの重さに耐えることができます。世界を鮮明に見る目。私たちは紫外線を見ることができます。人の眼球にはレンズの役割を果たす水晶体があり、それが普段はフィルターとなって紫外線を防いでいます。ですから外科手術で水晶体を取り除けば、紫外線を文字通り見ることができるのです。人が最もよくバリエーションを見分けることができる色は緑色です。そのため暗視カメラの映像には緑色が使われています。人の目が見分けることができる色の種類は実に1000万で、遮蔽物がなければ30マイル離れた場所の1本のろうそくでさえも見分けられます。目をカメラの画素に置き換えると576メガピクセルになり、最新の iPhone の48倍の性能を有することになります。体の中のお医者さん。人の臓器に修復機能はあるでしょうか？体の中で唯一肝臓は自力で再生する機能を持っています。肝臓は何らかの理由で 75% が失われても自力で元の状態に戻ります。そればかりか、その再生の間に肝臓の機能自体は部分的にしか影響を受けず、ほぼ普段通りに働くことができます。人の臓器の修復機能は目を見張るもので、例えば妊婦が心臓発作に襲われて臓器が損傷した時などには、お腹にいる胎児が幹細胞を臓器に送って修復を手助けします。毛を剃った猿。私たちの体にはチンパンジーと同じ量の毛が生えています。人の毛の方が見栄えが良くてほとんど利用価値がないだけで、量は同じです。そう考えると鳥肌が立つ理由に思い当たるのではないでしょうか。進化のおかげで今では役立たずになっていますが、寒い時に人は体の毛を立てて温まろうとします。怖い時に鳥肌が立つのは、毛を逆立てて相手よりも自分を大きく恐ろしく見せようとするためです。こういった体の反応を立毛と言いますが、人は音楽のような美しいものや感動的なものに触れて、大脳辺縁系が情動に刺激され鳥肌が立つこともあります。体臭の意味。
体臭に悩んだことはあるでしょうか。匂っているのは実は汗ではありません。人の汗には2種類あり、体中の漏出分泌腺、エクリン腺から出るものと、脇や股の離出分泌腺、アポクリン腺から出るものがあります。臭い匂いとは離出分泌腺から出る汗に潜むバクテリアの匂いです。また加齢臭は確かに存在します。匂いの原因はニーノネナールという成分ですが、それは若者よりも高齢者の分泌量の方が多いと分かっています。心臓の鼓動。ホラー映画ではよく人の胸から取り出された心臓が動いているシーンがあります。これは実際に起こり得ます。心臓はそれ自体が発生する電流によって動いているので、体から離れても鼓動し続けることができるのです。この実に優秀なポンプ機能を持つ心臓は1日に10万回鼓動し、2000ガロンという大量の血液を合計6万マイルに達する長い血管に送っています。人の一生に心臓が送り出す血液量は100万バレルに上り、超大型石油タンカー2隻分に相当します。ところで心臓は体の左側にあるのではなく真ん中にあることをご存知でしょうか。左側にあるように思われているのは左心室の筋肉が厚いためです。人は敏感。人には5つの感覚があると言われています。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の五感です。人が持つ感覚は実は他にもあります。例えば火の上に手をかざした時や冷凍庫を開けた時、私たちは対象に触れることなく皮膚内の感覚で温かいとか冷たいという温度を感知しています。また聴感覚に分類される自己受容感覚というものもあります。これは人が目で見なくても自分の体の位置を感知する能力のことで、もしこの感覚がなければ私たちは目を閉じたまま頭や指先を動かすといった当たり前の動きもできないのです。他にもバランス、振動、痛み、時間、飢えや渇きなど人には様々な感覚があります。脳のパワー。私たちの脳は20ワットの電球程度のパワーでしか動いていません。しかしその容量はバカにできません。脳が貯蔵できるデータ量は250万ギガバイトで、ビデオだとおよそ300年分、私たちのチャンネルのデータ全部の数千倍に相当します。しかも脳は大した力を使わず即座にデータを処理しています。世界で最も処理能力の高いコンピューターの一つ、日本の K は1秒に106億の演算を行うことができますが、それでも脳が1秒で行う処理と同じことをしようとすると40分もかかります。体内の無。自分の体が何でできているか考えたことはあるでしょうか。本質的に私たちは数えきれない無によって成り立っています。原子の核と周囲の電子の間には多くの空っぽの空間があります。もしもその空間がなくなったとしたら、体は1センチメートルの500分の1サイズまで縮まってしまいます。さらに驚くことに、人体を形成する原子は7オクティリオン10の27乗もあって常に活動しています。極めつけに、それらの原子はすべて何億年も昔に生まれたものです。体の中の水素原子はどれも130億年以上のビッグバンでできたもので、水素より重い原子もおよそ110億年前に恒星の爆発の中で生まれました。